このモニュメントのところも大文字の火床到着しました。おはようございます。サンクのとしです。今日は鞍馬駅来ておりまして、これから京都グランドトラバースの思想ですね。今日は鞍馬から山科の毘沙門堂まで後半30キロ思想していこうと思います。今日もね暑くなりそうな予報なんで、はい、大会当日と似たようなコンディションで思想できるんかなと思いますんで行こうと思います。行きましょう。天狗ととこか。はい、それではスタートします。こちら鞍馬寺ですね。ここに分岐あります。京都一周トレイル、こちら右の方ですね。薬効坂方面目指していきます。東海自然歩道の案内あります。ここから登っていきます。京都一周トレイル北山42番ポストですね。京都グランドトラバース大会の時はですね、ここまでですでに30キロぐらい進んできてるんで、なかなかね体にダメージあると思いますけど、残りの30キロね頑張ってください。薬効坂まで 0.4 キロ。今日の一番メインとなるのは比叡山ボーイスカウトの力の上りですね。そこが、大会通じてもね一番きつい上りですんで、気合い入れていきます。私は今年8節目エントリーしまして、去年はねちょっとエントリー合戦負けてしまってエントリーできなかったんですけど、今年はふるさと納税しましてエントリーしました。最近あんまりね走れてないんで、ちょっとこれからまたね練習頑張っていこうと思いますんで、応援してください。でっかいし薬効坂到着しました。ここまで鞍馬駅から約700から800メートルぐらいですね。林業大師の最長ですね。天台宗の階層比叡山延暦寺を開きました。ここにハイキングマップありまして、現在ここ薬効坂ですね。ここから静原神社の前、この辺りロードですけどずっと抜けていきまして、江踏峠目指していきます。それで一旦下ります。昔からある建物です。足元はちょっと枯れてるんですけど、道幅はね広くて下りやすい下りですんでね、気をつけて降りてくださいね。この辺りは下が舗装されてます。昔からある謎の建物です。この橋が結構怖いですね。ここに京都一周トレイル北山39の1ですね。静原神社方面目指します。静原まで 0.6 キロ、江踏峠まで 2.5 キロですね。ここ左へ曲がります。こっちですね。こっち行きます。静原のあたりはロードを走るんですけど、大会中はここを通るのがお昼過ぎから2時3時あたりぐらいまで一番暑い時期だと思われますんでね、頑張ってくださいね。住宅街に出ますと、ここ分岐あります。ここですね、左ですね。どっからでもね行けそうな感じですけど、こちらの方に進んでください。この左手が静原神社、その公園のところにお手洗いがあります。だいぶ色あせてるな。現在ここですね。こう進んでいきます。京都一周トレイル北山35の2、ここの突き当たりは左江踏峠方面ですね。やっていきます。ここで車道に合流します。ここにね自動販売機がありますので、大会中はね江戸があるんで大丈夫ですけど、思想とかあと京都一周トレイル行かれる際はねご利用していただいたらいいかと思います。大会中はこういうロードは結構タイムがね稼げる区間なんで、ある程度ね走らないと、あんまりゆっくり歩いてるとね制限時間厳しくなるんで、ちょっと頑張ってくださいね。ちょっとこの辺り間違えて車道来ちゃってるな。ちょっとこの辺りはねヤマップとかでも確認してほしいんですけど、別のルートあります。ちょっと間違えちゃいました。本来のコースは向こうですね。ちょっと
こっちの道路から来ちゃいましたけど、並行して通ってますんで、その時はちょっとロードはね、歩道がないんで、できたらこっち行った方がいいと思いますね。先ほどの分岐からもう少しだけロード進みます。この辺りが江踏峠ですね。先ほどの分岐から100メートルぐらい来たら、ここトレイル入るとこありますんで、ここを左に入って大原方面に向かっていきます。この辺りは足元ぬかるんでます。水量多いな。なんか水量多くて川みたいになってんな。はい、まだまっすぐ向かいます。ちょっと林道のような道路出ました。ここ右ですね。北山29番。ここ交差点あります。結構車通りますんでね、気をつけてください。まだまっすぐ進みます。あそこに養鶏場があって、いつも鶏の鳴き声が聞こえます。はい、ここをまっすぐ川沿いに進みます。はい、ここに自販機があります。さあ、この橋を左へ渡ります。ここに京都一周トレイル北山26の1ポストあります。先ほどの橋を渡ると北山25ポスト、ここを左へこっちの方に進みます。ここで一旦道路に出ます。戸寺バス停のあたりですかね。ここに京都一周トレイルの案内板あります。ここが現在地、戸寺のあたりですね。ここから上がっていってボーイスカウト道をずっと登って、次に目指すのは扇峠ですね。さあ、まだしばらく住宅街抜けていきます。京都一周トレイル北山23番ポスト、ここを左へ行きます。京都一周トレイル北山22番ポスト、ここ左、こちらの方向かいます。ここに獣よけフェンスあります。さあ、トレイル入りまして、もうすぐしたら一気に登ります。この辺りは川沿いで涼しい、気持ちいい。ちょっと休憩していこうか。ここに京都一周トレイル北山21番ポストあります。この橋を過ぎるとね、ここから急にきつくなっていきます。頑張ってください。さあ、ここから登っていきます。京都グランドトラバースも、あと京都一周トレイル時計回りでね周回するとき、ここが一番きつい登りだと思います。ただいまスタートしてから約 7.5 キロ、標高は350メートルですね。扇峠は573メートルですので、あと220メートルぐらい登っていきます。扇峠過ぎて、その後水井山もちょっとそこまでもね登りになりますんで、頑張っていきましょう。ここは下りは楽しいとこやけどな、登るんは地獄やな。やるとこんな感じ。結構急やね。ちょっとこの辺り風が抜けるようになってね、風が当たると涼しいです。はい、分岐まで登ってきました。ボーイスカウト道終了。ここから次は扇峠目指していきます。上りです。現在距離が約8キロ、標高は510メートルですね。扇峠まで行きます。風がないとめちゃくちゃ蒸し暑いですね。シャツもパンツもびしゃびしゃになりました。はい、扇峠到着しました。ここまで約 8.8 キロ、標高は573メートルですね。次は水井山目指していきます。水井山の標高は894なんで220メートルぐらいですね。アップします。さあ、それでは向かっていきます。こっちの方ですね。進んでいきます。この先またきつい登りがあります。ちょっとね、もうあんまりきつい登りなくなっていくんで、最後の方頑張ってくださいね。この階段が見えてくるとですね、ここ横川中道に行く分岐あるんですけど、ここから右の方ですね、こっちの方に登っていきます。この辺りちょっときついです。
分岐ここですね。階段行くと、こっち行くと余川中道、こっちの方に登っていきます。ちょっとつづら折れの登りが続きます。さあ、ちょっと平坦なところ出ました。標高670メートルです。またここから登っていきます。ただいま距離が約10キロ、標高は726メートルですね。この先水井山まであと70メーターぐらいアップ登っていきます。さあ、水井山取り付きです。ちょっとここは急ですんでね、頑張って登ってください。さあ、山頂直下は急ですよ。はい、水井山山頂到着しました。標高は794メートルです。次は横高山目指していきます。一旦下って登ります。それでは水井山から一旦降ります。ちょっと降りてね、また登り返しで横高山登っていきます。水井山のこの辺りは以前はね、もう木が生い茂ってうっそうとしてたんですけど、ちょっと間伐で伐採されまして若干見晴らし良くなりましたね。ちょっと動画じゃわからないかもしれないですけど、向こうには琵琶湖と、あれは大宮橋かな、見えてます。木の根っこの下り。さあ、一旦降りてきました。ここから横高山登っていきます。そんなに距離はないんでね、すぐ登れると思います。あの上が横高山です。倒木塞がれてんな感じ。横高山山頂到着しました。標高は767メートルです。それで横高山から下山します。次に目指すのは比叡山延暦寺の方に向かっていって、ケーブル比叡駅ですね。そちらに向かっていきます。横高山からとりあえず芹谷地蔵のところまで、まずは急な下りを下ります。ここもね、昔よりは整備されて降りやすくはなりましたね。はい、芹谷地蔵まで降りてきました。比叡山インターナショナルの時はここにエイドが出てますね。こちらお地蔵さんあります。現在はどこや、ここですね。ここからずっとこう比叡山延暦寺の境内を抜けてケーブル比叡駅、次はここ目指していきます。その先ずっと続きます。芹谷地蔵からはこっちの玉体杉、こっちの方に向かっていきます。ただいま距離が約11キロ、標高は700メートルですね。もうメインのね、登りは終わりましたんで、あとは登り返した最後大文字山ですね。そこを登っていきます。こちら玉体杉です。説明文あります。立派な杉やな。振り返ると向こうにはどこやら京都の街並みかな、見えます。この辺りは左道路が並行して走ってます。はい、ここに分岐があります。こっちに進んでいきます。斉藤って書いてるところですね。11の1、ちょっと自販機で補給します。もういい眺めです。ちょっと風が気持ちいいな。それでは向かっていきます。女性の一人歩きはやめましょう。北山10の2ポスト、ここくぐっていきます。くぐったらこちら右ですね。ちょっと案内がないな。こうまっすぐこっちに行きます。こちらが延暦寺の斉藤エリアですね。ハイキングコースはこっちまっすぐです。もし延暦寺ね、お参りしたいという方は拝観料払ってね、お参りしてください。ここはね、ちょっと崩落してましてね、一応こっちに道作ってくれてますけど、ちょっと滑りやすそうですので気をつけて降りてください。しばらく延暦寺の境内の中走ります。
階段を登ります。はい、階段登ってきました。階段を登ると今度この橋を渡ります。京都一周トレイル北山7番ポスト。今度はこの突き当たりを右ですね、左に行くと延暦寺の根本中道の方に行きます。ケーブル比叡駅まで約 1.7 キロ。ここからしばらく上りになります。前走ってるけど歩いて追いつくな。じゃあはい、登ってきました。今日はめちゃくちゃ人が多いな。これが横高山です。この辺りからですね、今度一気に下っていきます。バプテスト病院のとこまでもうずっと下り基調ですね。この辺りもちょっと分岐ありますけどね、右の方ケーブル比叡駅方面ですね、こっちに向かっていきます。分岐まっすぐですね。現在はこの辺りですかね。もうすぐケーブル比叡駅です。はい、ケーブルの比叡駅到着しました。ここまで約16キロですね。標高は720メートル。このモニュメントのところもめちゃくちゃ整備されて綺麗になったな。階段が綺麗になりました。京都一周トレイル、今度は東山74番ですね。両方行けるんですけど、大会のコースはこっちになってますので、こっちから行きます。でこっちの方に進んでいきます。向こうはいい眺めです。ここもビュースポット。いい眺めやな。大阪のビル群まで眺めることができるスポットです。今日は霞んでて無理だな。この辺りからトレイル入っていきます。ここから一気に下っていきます。この倒木完全にコース塞がれてんな。みんなこっち通ってんのか。よいしょ。階段状の下りです。降りやすいですけどね、大会でしたらちょっとレース後半なんで足にもねだいぶ来てると思いますんで、気をつけて降りてください。はい、ここで突き当たりまして、ここ左ですね。こっちですね。進みます。この下山中はですね、途中で図書のポイントが3箇所あって、そこではちょっとね上り返しがあります。とりあえず次に目指すのは石鳥居、まずはそこを目指してください。石の鳥居なんでね、すぐ分かると思います。ちょっと曇ってきたな。曇ってきたけどめちゃくちゃ持ちやすい。これ木の溝に沿ってそっち間違えて降りないように気をつけてくださいね。危ないですよ、降りたら。ケルンがあってベンチスポット。はい、ここ分岐があります。こっちですね。鋭角に曲がってこっちへ降りていきます。ちょっと崩落してるな。どっから行く？向こうに道ができてんのか。これ一旦下降りてそっちから登るようになってますね。こうか。これ絶対濡れんな。よいしょ。でここを登るか。図書の後は登り返しがあります。熊よけの鐘。はい、ここも図書ポイントあります。橋はなくなっちゃったな。潰れてしまったんか。図書の後は登り返しがあります。さあまた川の音聞こえてきましたね。こちら川を渡ります。めっちゃ揺れる。さあまた言いますけど、図書の後は登り返しがあります。この登りを登り切ったところが石鳥居。石鳥居到着しました。ここまで約19キロですね。これ何の鳥居なんやろ。今日の行動食はふんわりコッペ、いちごジャム&マーガリン。ちょっと潰れてるけど。
それではお気をつけて。それでは進んでいきます。しばらくはこんな感じの緩い林道のような下りですね。この辺もタイムを稼げる区間ですんでね、しっかり走ってくださいね。ちょっと分岐のようになってますけど、こっちの方ですね、進みます。はい、ここに京都一周トレイル東山65番ポスト、こっちですね。こっちなんか危険って書いてるけど、前までここ行けてんけどな。結構ね、ふかふかで面白いトレイルなんですよね。この辺りは降りにくいな。だいぶ掘れてる感じですね。ここに分岐あります。こっちにまっすぐ行きます。先ほどの分岐からですね、しばらくはこの緩い上りなんですけど、ここからまだまだ下っていきます。ただ今距離が約21キロ、標高は300メートルですね。もういい眺め。ここに分岐ありまして、こっちの方にこっちに進みます。なんか倒木だらけやな、向こうの。下抜けれんのか。現在距離が約22キロ、標高は220メートルぐらいですね。降りてくるとめちゃくちゃ暑いですね。風もないし、湿度がやばいな。東山58番ポスト、こっちの方ですね、進みます。ここも降りにくいな。下びしょびしょですし、諏訪沿いはブヨがいっぱいやな。何か所かやられましたね。なんか見えてきたぞ。さあ分岐まで来ました。あ、これさっきの分岐違う方から行ったらここに出てくるとこやな。合流しました。さあ引き続き降りていきます。京都一周トレイルは毎年クマがね出るっていうのでよくニュースになりますけど、私もね何度かクマに遭遇してますけど、あんまり慌てず刺激しないようにしたら結構向こうからどっか行ってくれるんで、皆様ね出会った時はあんまり刺激しないようにしてくださいね。テスト病院、こっち右ですね、降りてきました。関西圏のトレイルランナーにはおなじみの登山口ですね。この交差点を左へ曲がります。この住宅地の間通るコースはここであってそうですね。左へ曲がります。学校の中かな。ここ左へ曲がります。大会のコースマップを見ると、この左手の京都朝鮮学校のあたりにエイドが出るそうです。大文字の日床を経由して大文字山登っていきます。大文字山がラスボスですね。これを登れば最後山科毘沙門堂の方に下山していきます。ここ右へ橋を渡ります。大文字の日床へ向けてはこのような階段状に、ね、なってますんで、登りやすいといえば登りやすいですね。なんか道が整備されてんな。そこ新しいな。はい、ここ分岐ありまして、こっちの左の方ですね、こっちに進みます。はい、大文字の日床到着しました。大文字山の案内図です。さあそれでは日床から次は大文字山を目指していきます。いやー今日は本当はめちゃくちゃ暑いですね。ちょっと湿気でねだいぶバテましたね。もうちょっと頑張っていこう。京都市内一望。さあこの先も急な壁のようです。さあ大文字山到着しました。大文字山、三角点はこちらですね。標高は465メートルです。さあそれでは大文字山から下山します。ここからはねもう基本的には下りばっかりです。
最後頑張りましょう。さあここ分岐ありまして、この日向大神宮方面ですね。こっちです。進んでいきます。この辺りちょっと広場のように見えますけどね、これ林道なんですよね。最近も車通ってないんかな。なんか草が生えてきてんな。こっちに降りていきます。ここの分岐は右の方ですね。進んでいきます。ここも林道に合流するのでちょっと広くなりますけど、まっすぐですね。こっち進みます。まっすぐ進みます。大文字山はちょっとこんな岩々しいところもあります。さあここ分岐あります。東山42番、あちこち行けますけどね、とりあえずこっち行きます。こっちですね。今日はね、なぜかヤマップの GPS がめちゃくちゃ飛ぶんですよね。東山41番ポスト、こっち行きます。ここもちょっと分岐みたいになってます。以前はねこっち行けてたんですけどね、今はこっちです。さあ分岐に降りてきました。ここまっすぐ行くとね日向大神宮ですけど、こっちの方毘沙門堂門跡方面ですね。こっち向かっていきます。こっちですね。さあ毘沙門堂に向かっております。この辺りはトレランしやすいところですね。緩やかな下りで、コースも広いんで走りやすいです。走りやすいところを言っとったらいきなり走りにくくなった。ここは分岐かな。こっち左の方、こっち行きます。この辺りが最後の上り返しですかね。あの先は結構登ってるな。最後もう一踏ん張り頑張りましょう。ゴールの手前に上りがあるっていうことを覚えておいてくださいね。もう完全に下りだけやと思うとこの上りでメンタルやられちゃいます。さあ上り切りましたかね。あとはもう下るだけやろう。こっちだね。でここは分岐何個あんねん。いっぱいあんぞ。毘沙門堂山科駅はこっちですね。向かっていきます。大会の時はこの辺り通るのは夜ですかね。もう暗くなってる人が多いかな。林道に出てきました。ここも分岐ありますけど、こっちまっすぐ行きます。先ほどの分岐を過ぎるとロードになりましたね。さあここも分岐あります。こっちから大文字山に行けるみたいですね。こっちに向かいます。もうちょっとです。さあ毘沙門堂到着しました。いやー暑かったな。どこがゴールや。こっちの駐車場かな。ちょっと行ってみよう。さあお寺の裏へやってきました。ここら辺がゴールかな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事に毘沙門堂到着しました。いやー今日も暑かったですね。だいぶバテましたね。大会出られる方ね、9月なんでまた結構暑いと思います。頑張ってください。前半のコースもですね動画アップしてますんで、よかったらそっちも見ていただけたらと思います。またトレーラーに役に立つ動画、講師所からの動画いろいろアップしてあります。チャンネル登録して見ていただけたらと思います。動画がよかったら高評価もよろしくお願いします。ではバイバイ。